こんにちは、A です。今回は昭和レトロの建物をスケッチしましたので、私なりの描き方を紹介いたします。今回のスケッチのペン線画で使ったペンは、私が一番最初にスケッチを始めた時に購入したペン、イコール私のスケッチの始まりのペンとなります。そのペンを使って久しぶりにスケッチしてみました。ミリペンでペン線画を描いてみたいけどうまく描けなかったって方は、私と一緒で今回紹介するペンでスケッチを始めるのはおすすめできると思ったので、この度動画にすることにしました。初心者さんにも描きやすいペンだと思っておりますので、参考になりましたら大変嬉しいです。それではスタートです。まずペンを紹介します。使ってるペンは三菱鉛筆水性ペンリブ細字黒となります。こちらはなんと100円ショップのダイソーでも売っております。売ってる店舗と売ってない店舗があるので、全ての店舗というわけではないのが惜しいところです。売ってる店舗を見つけられたらラッキーと思って OK です。なので大きな画材屋さんにわざわざ買いに行かなくても手に入れることができるのも初心者さんにおすすめできるポイントだなと個人的には思っております。そしてペン先は小さい筆のようになっているのでとても描きやすいです。それでは早速リブペンを使って線を描いていきます。ちなみに使っている紙はダーレンスさんの絵を描く手帳シリーズのスケッチブックとなります。まずはメインとなる左側の建物から描いていきます。屋根から描いていき、四角い形をイメージしながら描いていきます。続いてこの絵のメインとなりそうなドアを描いていきました。描く順番はその時の気分でだいぶ変わるのですが、大枠から描いていきメインとなりそうだなって思う部分を付け足していく感じで描いていくとバランスよく描くことができると思います。ドアの次は手前にある観葉植物を描いていきました。観葉植物は建物の線とかぶっておりますが、気にしないで描くのがポイントです。リブペンは少し筆ペンを感じるペン先になっているので、ペンの太さはミリペンと比べると太めとなります。なので普段のミリペンの線画より大雑把でラフな印象を感じるかなと思います。だからか線かぶりや失敗しちゃった線があってもより味を感じることができるかなと個人的には思っております。なのでここは失敗を恐れずに勢いよく描いていきましょう。メインの建物がだいたい描けてきたらそれ以外の場所を追加で描いていきます。ここで私がこのリブペンを使い始めたきっかけについてのお話を少しお話しさせていただきます。私はいつも使っているミリペンから絵を描き始めましたが、うまく描けずにペンで線画を描くことを諦めてしまった過去があります。それから月日が経ち、長澤誠さんの絵を描きたいあなたへ道具の選び方からスケッチ旅行のノウハウまでという本をね読みました。こちらの本で三菱鉛筆さんのこのリブペンが紹介されており、リブペンからもう一度ペン線画を描いてみようという気持ちになることができました。本にも最初はリブペンで描くことに慣れてから細いミリペンにチャレンジするのもいいかもと紹介されておりました。なので当時の私のようにミリペンだとうまく描けないなと悩んでいる方には特におすすめのペンです。この本は私がスケッチを始めてみたいと思ったきっかけの本になります。少しでも絵を描くことに興味を持っている方にはとても響く内容の本だと思うので、気になった方はぜひ読んでみてください。今回久しぶりにリブペンでスケッチしてみようと思った理由は、最近ペン線画が頭で思い描いていた通りに描けないと少しスランプに感じておりました。なので初心に帰ろうかなと思って今回リブペンでスケッチをしてみることにしました。
自販機は細かく描いていきたいところなんですけれども、細かく描きつつ線でごまかしながら描いていくを意識して描きました。なんとなく自販機ってことが分かれば OK なので、だいぶ適当に描いております。それでも伝わると思うので、大雑把に描いていくのが初心者のうちは特にいいと思うので、気にせずなんとなくで OK なので描いていきましょう。ペン線画が完成しました。リルペンのラフな感じがよりレトロな印象も際立てたのではないでしょうか。それでは水彩絵の具を使って色塗りをしていきます。色塗りはインザ&ニュートンさんの水彩絵の具を使っていきます。ちなみに使っている水彩絵の具はポットマンウォーターカラーカスタマイズトラベルメタルボックスセットハーフパン12色セットという名前の水彩絵の具となります。この水彩絵の具にポットマンウォーターカラー12色セットポケットボックスプラスセットハーフパンという絵の具もセットしております。私はたまたま2種類の水彩絵の具をセットしておりますが、どちらかのみでも全然 OK ですので、これから水彩絵の具の購入を検討している方には参考になりましたら嬉しいです。最初の筆は太めの14号の筆を使って塗っていきます。ちなみに筆はコリンスキーの筆を使っております。筆については詳しくレビューした動画をアップロードしておりますので、こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方は見てみてください。まずは影の色から塗っていきます。使った色は濃いピンク色のパーマネントローズ、緑色を感じるサップグリーンを混ぜた色となります。今回は赤みのある影の色がいいなと思ったので、パーマネントローズの色の割合が多い色を作って塗っていきました。全体的に塗り終わったら、影の色が濃く感じる部分を違う影の色を作って塗り重ねていきます。使った色は濃い茶色のバーントアンバーと明るい青のセルリアンブルーを混ぜた色になります。青みのある影の色を作りたかったので、今度はセルリアンブルーが多めの割合で影の色を作りました。影の色塗りが完成しました。続いて筆を変えまして、今度は先ほどよりも細めの筆の8号の筆を使って塗っていきます。色を感じる部分に色を塗っていきます。まずはこの絵のメインの部分となるドアから塗っていきます。ドアの色は濃く渋めの緑で塗ります。使った色は濃い緑のビリジアン、黄土色のイエローオーカー、茶色のバーントアンバーを混ぜた色を塗っていきました。さらに今ドアの色に塗った緑に明るい青のセルリアンブルーを足して階段の色を塗っていきました。私はパレットに残っている色を少しずつ色味を変えながら塗っていくのはよくやります。続いて手前の観葉植物の色を塗っていきます。
最初に明るい緑のサップグリーンをパレットに取りましたが、先にお花を塗った方がいいかもと突如ね、色を作ってる途中で思ったので、濃いピンクのパーマネントローズをほんの少しパレットに取りました。花から先に塗りました。お花を塗るときは最初に塗った方が色が混ざらずに入ると思うので、葉っぱのグリーンよりも先に塗るのがおすすめです。お花のピンクを生かしつつ葉っぱのグリーンも塗っていきます。続いて絵のワンポイントに色を感じるところに順番に色を塗っていきます。まずは赤を感じるところに赤オレンジのような色のカドニウムレッドを塗っていきます。次に明るい黄色のレモンイエローも赤と同じくワンポイントでほんの少しだけ塗っていきます。そして青を感じるところには明るい青のセルリアンブルーを塗っていきました。あえて色は混ぜずに水の量を少なめで塗るというのは少し目立つのでね、ワンポイントで塗りたい時にはおすすめの方法かなと思います。続いていよいよ屋根の青を塗っていきます。今回は3色の青を混ぜた色を塗りました。使った色は明るい青のセルリアンブルー、ネイビーをね少し感じる青のプロセインブルー、濃い青のウルトラマリンを使いました。今回水が少し多めになってしまったのかもと思ったのと、濃くなりすぎてしまったかもと思って失敗したかもと少し落ち込んでいるのはここだけの話です。だけど乾いてみないとわからないので、失敗したかもとね一瞬思ってもエイヤで塗り切るのは絵を描く上で大事なことかなと個人的には思っております。今屋根の色を塗った青をさらにセルリアンブルーを混ぜた色を作り、隣の建物の屋根も塗っていきます。ここまで色変わってないよねって思うかもしれませんが、だけど本当にビビたる色の違いでも色味を変えることでなんとなく違う感じがね出るかなと思ったので変えてみました。屋根の色が塗り終わったので自販機の青も塗っていきます。パレットに残っている青にさらにプロセインブルーを混ぜて色を作りました。自販機の色の青も少し色味を変えてみました。より鮮やかな青になったかなと思ったので、そこが自販機感が出たかなと個人的には思っております。自販機の商品が並んでいる窓のようなところはプラスチック的なガラスのような感じをね感じましたので青を塗りました。自販機の商品のところにもワンポイントで色を感じたので、先ほどと同じくレモンイエローとカドニウムレッドで色を追加していきました。全体的に色が塗り終わったので色味の調整をしていきます。ドアの上の屋根のような部分の色をもう少し目立たせたかったので色を塗り重ねていきます。もともとパレットにあった緑に黄土の茶色のバーントシェンナーを混ぜた色を塗っていきました。続いてドアの緑の色が濃いなと感じた部分にも色を重ねていきます。使った色は先ほどドアの上にある屋根の色を塗った色にね、さらに濃い茶色のバントアンバーを混ぜた色を作った色となります。さらに今塗った色にバーントアンバーを混ぜて観葉植物が塗っている台の色を調整しました。こちらはね本当にビビたる色の違いなのであまり伝わりづらいかなと思います。そしてここで建物の看板を塗っていないことに気づいたのでパレットに残っている青を使って塗りました。先ほどバーントアンバーを混ぜた色がパレットに残っているので、そこにさらにバーントアンバーを混ぜて色を作りました。その色で階段横の背景の色を塗っていきました。だいぶ勢いよく塗ってしまい、さすがに塗りすぎたと感じたので水だけつけた筆に切り替えて絵の具をなじませるように伸ばしていきます。この延長線上で建物全体にもバーントアンバーを混ぜた色を使って塗っていきました。そうすることで全体的に建物の古い感じが出てレトロな感じをより表現できたかなと思っております。パレットに残っている青にさらに水を多めにつけて自販機側の建物の窓ガラスの色を追加で塗っていきました。建物の窓感がよりわかる絵になったかなと思います。
最後に観葉植物の植木鉢の色を塗ってなかったので、茶色のバーントシェンナと赤オレンジのカドリウムレッドを混ぜた色で赤茶色を作り塗っていきました。茶色だけど色味が加わることで華やかさがプラスできたのではないかなと思っております。色塗りも無事に完成し、スケッチが完成しました。今回はリブペンのラフな感じに合わせて色塗りもだいぶラフな感じで塗れたかなと思っております。一時は失敗したかもと思ったけど、それがいい意味で味になったと思ってお気に入りの一枚の絵となりました。失敗を恐れないで描いていくのもめちゃ大事っていうのが今回のスケッチで伝わったら嬉しいです。今回は昭和レトロの建物のスケッチから私なりの描き方を紹介させていただきました。また私がスケッチを始めた当初に使っていた三菱鉛筆さんのリップペンを使ってペンで線画を描いてみました。ペンは本当に合う合わないは人によると思います。私はこのリブペンからスケッチを始めたおかげでペンスケッチの魅力に気づけたと言っても過言ではありません。それが最初は苦手としていたミリペンで線画を描けるようになったにつながったと思っております。今でもリップペンで描く太めの線でこの味のある線は大好きです。今回スケッチを通してこれからもリブペンと普段使っているミリペンをね、気分で使い分けていこうという気持ちになることができました。使ってみないと何とも言わずに大変恐縮なのですが、リブペンが気になっている方の参考になりましたら大変嬉しいなと思っております。 YouTube ではこんな感じで私のスケッチを発信しております。これからの発信にも興味を持っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回の動画やスケッチが良かったよって思っていただけましたら、グッドボタンも押していただけましたら大変励みになります。書いてほしいものとか話してほしいお話などありましたら YouTube のコメントで教えてください。今回の動画の内容はブログの記事にもまとめましたので、文章でじっくり読みたいなと思っていただけた方は概要欄に記事のリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。ここまで見てくれて本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。